中東エルサレム。3000年の歴史が堆積するこの聖地に、ユダヤ民族にとっての恩人たちの名を永遠に刻む書物が存在する。ゴールデンブック。モーゼ、アインシュタイン、そしてテオドール・ヘルツル。ユダヤの歴史を築き、あるいは民族の危機を救った偉人たちの名が連なるその第6巻に、ある日本人の名前が静かに記されている。偉大なる人道主義者、ゼネラル樋口喜一郎。彼は外交官ではない、聖職者でもない。当時の日本において最も規律と服従を重んじた組織、帝国陸軍の少将であった。なぜ極東の軍人の名が遠く離れたエルサレムの丘に刻まれているのか。なぜ彼は同盟国ドイツという強大な後ろ盾を敵に回してまで見ず知らずの異邦人たちに手を差し伸べたのか。その答えを知るためには時計の針を80年以上前へと戻さねばならない。場所はエルサレムの熱気とは正反対のすべてが凍てつく極北の大地。1938年、昭和13年。第二次世界大戦の足音が近づく満州国である。狂気の時代であった。ヨーロッパではアドルフ・ヒトラー率いるナチスドイツが台頭し、ユダヤ人に対する排斥の嵐が吹き荒れていた。追われる人々はわずかな希望を頼りに東へと逃れた。目指すはユーラシア大陸の果て。しかし彼らの行く手を阻んだのは国家という名の巨大な壁と零下30度の極寒樹木。ソ連と満州の国境、オトポール駅。そこは数千もの命が誰にも知られることなく消えようとしていた絶望の終着駅だった。これは歴史の本流に抗い、自らの良心のみに従って決断を下したある軍人の物語である。オトポールでの悲劇が幕を開ける数ヶ月前、舞台は満州国北部の都市ハルビン。東洋のパリと謳われたこの美しい町は複雑な2つの顔を持っていた。一つは亡命ロシア人やユダヤ人が行き交う自由で華やかな国際都市としての顔。そしてもう一つはソ連、満州、そして各国のスパイが暗躍する諜報の的としての顔である。この町の裏社会を取り仕切っていたのが日本陸軍ハルビン特務機関である。そのトップ、特務機関長として赴任していた男こそ樋口喜一郎少将であった。特務機関長という肩書きは冷酷なスパイマスターを連想させるかもしれない。だが樋口という人物はそのステレオタイプからは程遠い存在だった。彼は陸軍きってのロシア通として知られ、流暢なロシア語を操り、プーシキンやトルストイの文学を愛した。部下たちからは将軍ではなく親父と呼ばれ慕われる豪放磊落な人柄。軍人でありながら組織の論理よりも人としての情を重んじる異色のリアリストであった。そんな樋口のもとにある人物が頻繁に訪れるようになる。ハルビンのユダヤ人社会を取りまとめる指導者、アブラハム・カウフマン博士である。運命の歯車が動き出したのは1937年12月26日、ハルビンで開催された第1回極東ユダヤ人大会でのことである。当時、日本はドイツと防共協定を結び、同盟関係を強化しつつあった。当然、ナチスの反ユダヤ政策に同調する空気が満州国内にも漂い始めていた。だが、来賓として招かれた樋口は、数千人のユダヤ人聴衆を前に驚くべき演説を行ったのである。諸君、ユダヤ人諸君はお気の毒にも
世界いずれの場所においても祖国なる土を持たない。いかなる少数民族においても民族たる限り何ほどかの土を持っている。ユダヤ人はその科学、芸術、産業の分野においても他のいかなる民族に比し劣ることなき才能と天分を持っていることは歴史がそれを立証している。しかるに文明の花、文化の香り高かるべき20世紀の今日、世界の一遇においてキシナウのポグロムが行われ、ユダヤに対する追及または追放を見つつあることは、人道主義の名においてまた人類の一人として私は哀心悲しむものである。ある一国は好ましからざる分子として法律上同胞であるべき人々を追放するという。それをどこへ追放せんとするか。追放せんとするならば、その行き先を明示し、あらかじめそれを準備せんとすべきである。当然の措置を講ぜずしての追放は、刃を加えざる虐殺に等しい。私は個人として心からかかる行為を憎む。ユダヤ人追放の前に彼らに土地、すなわち祖国を与えよと言いたい。会場は割れんばかりの拍手に包まれた。迫害に怯えていたユダヤ人たちにとって、日本の将軍が公の場でナチスを批判し、自分たちを擁護してくれたことは、暗闇に差した一条の光であった。しかし、この発言は危険な賭けでもあった。同盟国ドイツを公然と批判することは、日本の外交方針に逆行する行為だ。ハルビンのドイツ領事館は即座に反応し、不快感をあらわにした。樋口という軍人は何者だ。ドイツの国策にケチをつける気か。オトポールに難民が押し寄せるわずか3ヶ月前、樋口喜一郎はすでに自らの信念を表明し、来たるべき決断への覚悟を決めていたのである。だが彼もまだ知らなかった。その覚悟がこれほど早く、しかも数千人の命を懸けた極限状態で試されることになろうとは。1938年3月8日、北満州の冬はまだ終わる気配を見せない。ソ連側の国境駅オトポール。そこは地図上では単なる通過点に過ぎないが、この時現世に現れた氷の煉獄と化していた。気温はマイナス30度。吐く息すら瞬時に凍りつく極寒の世界に、ドイツの迫害を逃れたユダヤ人難民、先発隊の数千人が取り残されていた。彼らの多くは、ほんの数ヶ月前までベルリンやウィーンで暮らしていた医師、芸術家、商店主たちだ。都会的なコートや革靴は、シベリアの容赦ない寒気の前では無力に等しかった。満州国への入国は認められない。国境の橋の向こう、満州里側から届いたのは死刑宣告にも等しい拒絶の通達だった。当時の満州国は外交の実権を日本が握っている。日独防共協定を結ぶ日本にとって、ドイツが忌み嫌うユダヤ人を受け入れることは同盟国への裏切りを意味した。外交という冷徹な論理が目の前の命を切り捨てたのだ。事態は時間とともに凄惨さを増していった。食料はとうにつき、彼らは雪を溶かして飢えをしのいだ。燃料もなくなり、大切に持ち出した思い出の品々、家族のアルバム、愛読書、楽器までもがわずかな暖を取るために燃やされた。それでも寒さは防げない。貨車の中では体力の弱い者から順に静かに息を引き取っていく。昨夜隣で震えていた老人が朝には冷たい物体に変わっている。泣き叫ぶ赤子の声が次第にか細くなり、やがて聞こえなくなる。オトポールの雪原は誰にも見取られることのない
巨大な墓場になろうとしていた。さらに恐ろしいのは、背後から迫るソ連の影だった。ソ連当局は彼らが駅に滞在することを許さず、退去しなければナチスのいるドイツへ強制送還すると通告していた。戻れば強制収容所での死。とどまれば凍死。進もうにも道は閉ざされている。完全なる袋小路。数千の命が政治と国間の狭間で圧殺されようとしていたその時である。死を覚悟した難民たちの代表が最後の力を振り絞り、ハルビンに向けて必死の SOS を発信した。宛先はハルビンユダヤ人会アブラハム・カウフマン博士。我々を見殺しにするのか。同胞たちよ、助けてくれ。その悲痛な叫びを受け取ったカウフマンは受話器を握りしめた。頼れる男はただ一人しかいない。日本の特務機関長、樋口喜一郎である。間の国境で消えゆく命。その運命は今、一人の日本人軍人の決断に委ねられようとしていた。1938年3月8日深夜、ハルビン特務機関長室。部屋の空気が張り詰めていた。普段は温厚なユダヤ人指導者カウフマン博士が、今は蒼白な顔で樋口のデスクに詰め寄っていた。将軍、時間がないのです。オトポールでは今夜も気温がマイナス30度を下回っています。食料も尽きた。このままでは今夜中に何百人もの命が消えます。カウフマンの声は震えていた。それは外交交渉ではない。友人としての、いや、人間としての魂の叫びであった。満州国外交部はビザのない者は通せないの一点張りです。ドイツへの配慮だという。ですが将軍、彼らはスパイでも犯罪者でもない。ただ生きたいと願う老人と女子供なのです。樋口は黙ってタバコの煙を吐き出した。彼の脳裏にかつて駐在武官として訪れたポーランドやコーカサス地方の記憶がよみがえる。そこで見たのはポグロム、迫害に怯え、家を焼かれ逃げ惑うユダヤ人たちの姿だった。あの光景をここ満州で繰り返させるのか。だが彼の手足を縛る鎖は太く重い。日独防共協定。同盟国ドイツが敵と定めた民族を助けることは国策への反逆である。もし動けば待っているのは軍法会議か予備役編入。長年積み上げてきた軍人としてのキャリアがこの一夜で水泡に帰す恐怖。室内を支配する沈黙は永遠にも感じられた。やがて樋口は静かに、しかし断固とした口調で言った。カウフマン博士、やりましょう。驚いて顔を上げるカウフマン。日本とドイツは同盟国だ。しかし日本はドイツの属国ではない。ナチスの残虐な人種差別に加担する義務など我々大日本帝国軍人にはないはずだ。樋口は受話器を荒々しくつかみ上げると、満州国外交部の直通回線をつないだ。特務機関長の樋口だ。オトポールの難民たちに直ちに入国ビザを発給しろ。電話の向こうで外交部の役人が抗弁する声が聞こえる。しかし閣下、本国の訓令が、ドイツ大使館からも警告が。うるさい。人命がかかっているのだ。形式などどうでもいい。通過を許可しろ。責任が取れません。責任なら私が取る。特務機関長であるこの樋口が全責任を負うと言っているんだ。お前たちは私の命令に従えばいい。それは特務機関という裏の権力を最大限に行使した
法を超えた恫喝であった。外交官たちがひるんだ隙を逃さず、樋口は次の手を打つ。次なる電話の相手は、満州の経済を牛耳る巨大コンツェルン、南満州鉄道総裁、松岡洋介である。後に外務大臣となり、日独伊三国同盟を推進することになるこの男も、この時は樋口の熱意に共鳴した。松岡さん、頼みがある。オトポールの難民をハルビンまで運びたい。特別列車を出してくれ。金は後で何とかする。樋口くん、面白いことを言う。よろしい。ドイツが何と言うか知らんが、人道上の問題だ。満鉄が一肌脱ごうじゃないか。松岡の即断により、鉄路は開かれた。受話器を置いた樋口の手はわずかに震えていたかもしれない。しかしその表情は晴れやかだった。博士、列車の手配はついた。すぐに迎えに行ってやってくれ。カウフマンは言葉にならず、ただ樋口の手を握りしめ、涙を流して感謝した。この瞬間、ハルビンの特務機関長室で数千人の運命が書き換えられたのである。だが樋口はまだ知らない。この決断が遠くベルリンのヒトラーを激怒させ、彼自身の首を絞めることになる巨大な外交問題へと発展することを。1938年3月12日。オトポールの朝はいつものように絶望とともに明けるはずだった。だがこの日は違った。国境の向こう側、満州里の駅に巨大な黒い鉄の塊が滑り込んできたのである。樋口の命を受けた南満州鉄道の特別救済列車であった。許可が下りたぞ！国境が開いた！先頭にいた男が叫んだ。その声は凍りついた空気を震わせ、数千人の群衆へと波及していった。それはまるで海が割れるような光景だった。人々は雪崩を打って国境を越え、満州側のホームへと殺到した。待ち受けていたのは銃を持った兵士ではなく、温かいスープとパンを持った満鉄の職員たちだった。車内には石炭ストーブが赤々と燃えている。その温かさに触れた瞬間、張り詰めていた緊張の糸が切れ、多くの者がその場に泣き崩れた。地獄の淵から生還したのだ。汽笛が鳴り響く。列車はゆっくりと動き出し、彼らを乗せてハルビンへと向かった。窓の外、遠ざかるオトポールの白い荒野は、もはや死に場所ではなく、過去の景色となっていた。ハルビンに到着した彼らを待っていたのは、束の間の平和であった。カウフマン博士率いるユダヤ人教会が総出で迎え入れ、学校やシナゴーグを開放して衣食住を提供した。樋口もまた、軍の倉庫から乾パンや防寒具を放出させ、彼らの生活を支えた。後に、樋口ルートと呼ばれるこの脱出路。これによって救われた命は、最終的に数千人、あるいはそれ以上とも言われている。街には安堵の笑顔とジェネラル樋口への感謝の言葉があふれた。だが、その温かい空気とは裏腹に、ハルビン特務機関の上空には、どす黒い雨雲が急速に立ち込めていた。大日本帝国はいつからユダヤの友になったのか。ベルリンからの激震は瞬く間に東京、そして満州の首都新京へと伝播した。ナチスドイツの外相リッベントロップが日本政府に対し正式かつ猛烈な抗議を申し入れたのである。樋口少将の行為は日独防共協定に対する重大な背信行為である。直ちに難民輸送を中止し、責任者を処罰せよ。
それは単なる苦情ではない。国家間の同盟関係を揺るがす外交問題への発展を意味していた。樋口のもとに関東軍司令部からのこの出場が届くのに時間はかからなかった。内容は簡潔にして冷酷。新京の司令部へ出頭せよ。それは事実上の査問委員会であり、場合によっては軍法会議への前段階であった。彼を待ち受けているのは関東軍の実質的な最高権力者、規律の鬼。一度睨まれたら終わりと言われるカミソリこと東条英機参謀長である。樋口は覚悟を決めた。軍人としてのしか、あるいは彼は遺書をしたためるような決意で新京行きの列車に乗り込んだ。1938年春、ハルビンでの歓喜から一転、樋口喜一郎は孤独な戦いの場にいた。満州国の首都新京、その中心に鎮座する関東軍司令部である。呼び出しの理由は明白だった。ドイツからの抗議に対する査問。樋口の独断専行は軍規違反として処分される可能性が高かった。最悪の場合、軍法会議を経て軍籍剥奪。それは軍人としての死を意味する。短く冷たい声が響く。部屋の主は関東軍参謀長東条英機。憲兵隊を操り満州のあらゆる規律を統制する男。部下たちは彼を畏怖を込めてこう呼んだ。カミソリ東条。樋口が入室しても東条は書類から目を離さない。張り詰めた沈黙が部屋の空気を圧迫する。数分が永遠に感じられた頃、東条はようやく顔を上げ、机の上の一通の文書を指さした。樋口少将、ドイツのリッベントロップ外相から機関の行動に対し猛烈な抗議が来ている。日独防共協定の精神に反するとな。東条の声には一切の感情がこもっていなかった。同盟国ドイツの顔に泥を塗った責任、どう取るつもりか。それは問いかけではなく断罪の響きを持っていた。普通の軍人ならばここで萎縮し弁解を並べ立てただろう。だが樋口は違った。彼は背筋を伸ばし一歩前へ踏み出した。参謀長、一言申し開きをさせていただきます。樋口の声が部屋に響く。確かにドイツは我が国の友好国です。しかし、ドイツの国策がユダヤ人を迫害することだとしても、それに追従して助けを求める人々を見殺しにするのが日本の国策であってはなりません。東条の眉がわずかに動く。樋口は畳みかけた。建国以来、日本には八公一中の精神があるはずです。人種平等を掲げ、世界を一つの家のように慈しむ。それが日本の理想ではなかったのですか。彼らは敵ではありません。ただ生きる場所を求めている弱者です。窮地懐にいれば領主もこれを殺さず、それが日本の武士道です。そして樋口は全身全霊を込め歴史に残る一言を放った。参謀長、私は日本がドイツの属国になった覚えはありません。ヒトラーごときに、あのアドルフ・ヒトラーごときに、日本の人道主義が指図されてたまるもんですか。ヒトラーごとき。飛ぶ鳥を落とす勢いのナチス総統を一介の少将がごときと切り捨てたのである。それは外交上の配慮などみじんもない一人の日本人としての誇りの爆発であった。再び訪れた沈黙。東条がゆっくりと立ち上がり、樋口に近づく。怒鳴られるか、あるいは憲兵を呼ばれるか。樋口が奥歯をかみしめたその時だった。
東條の表情がふっと和らいだ。樋口、お前の言う通りだ。え？当然のことだ。日本はドイツの属国ではない。弱い者いじめに加担するなど皇軍の恥だ。お前の判断は正しい。なんと規律の鬼東條英機が軍紀を破った樋口を全面的に肯定したのだ。東條にとってもまた日本人の矜持は政治的計算よりも重いものだったのだ。ドイツへの抗議には私が答えよう。日本は人種平等の国であり、難民救済は人道上の措置であるとな。東京へも私が話を通す。東條は樋口の肩を叩いた。心配するな。責任は私が持つ。お前は胸を張ってハルビンへ帰れ。この瞬間、2万人のユダヤ人の命は法的な意味でも完全に救われた。歴史とは皮肉なものである。後に永久戦犯として処刑され、戦争責任の代名詞となる東條英機。しかし、この時、この瞬間においては、彼こそがユダヤ人を救う最強の防波堤となったのである。樋口の勇気ある決断と東條の意外な男気。この二つが奇跡的に噛み合ったことで、オトポールの悲劇は希望の物語へと変わったのだった。オトポールでの決断から7年後、1945年、樋口喜一郎は北の最前線にいた。彼は最後まで命を守る指揮官であり続けた。キスカ島では5000人の将兵を無血撤退させ、終戦直後のシュムシ島では火事場泥棒のように侵攻してきたソ連軍に対し、自衛のための反撃を命じた。この彼の決断がなければ、北海道はソ連に占領されていたかもしれないと言われている。しかし戦争は終わった。敗戦国となった日本で樋口に最大の危機が訪れる。ソ連の独裁者スターリンが樋口を戦犯として引き渡すよう GHQ のマッカーサーに強く要求したのだ。ハルビンでの諜報活動、そしてシュムシュ島での抵抗。ソ連にとって樋口は許しがたい敵であった。樋口の命は風前の灯火だった。誰もが彼の処刑を覚悟したその時、奇跡が起きる。世界中からマッカーサーのもとに嘆願書が殺到したのである。差出人はニューヨーク、ロンドン、パリ。世界各地に散らばったユダヤ人団体であった。樋口将軍を殺してはならない。彼は何千もの我々の同胞を救った正義の人である。もし彼が戦犯なら、我々全員を先に処刑せよ。かつてオトポールの表現で樋口が救った命。その命が今、海を越え、時を越えて、樋口自身の命を救う盾となったのである。この強力なロビー活動により、マッカーサーはソ連の要求を拒否。樋口は戦犯指定を免れ、静かな余生を送ることとなった。戦後、樋口は自らの功績をひけらかすことは一度もなかった。メディアの取材も断り続け、ひっそりと暮らした。晩年、イスラエルの外交官や、かつて助けられた人々が彼を訪ね、感謝の意を表した時も、彼はただ一言、こう答えたという。私は当たり前のことをしただけです。目の前で困っている人がいれば助ける。それは軍人である前に人間として当然の行いである。エルサレヌ、ゴールデンブック。そこに刻まれたゼネラル樋口の名は今も静かに輝き続けている。国家、民族、イデオロギー。世界を分断する壁は今なお高くそびえ立っている。だが
80年前の極寒の満州で一人の日本人が示した勇気と決断は私たちに教えてくれる。どんなに冷たい時代であっても人の良心だけは決して凍りつかないのだと。